はい、皆さんこんにちは。ユートの長田です。今日はですね、みんなで作るシェアハウスユートビレッジということで、この椎名町にありますユートビレッジ南長崎ができるまでのお話というのをですね、皆さんにしていきたいと思います。はい、こちら、東京都豊島区、椎名町にですねありますユートビレッジ南長崎ですが、もともと僕の、おじいちゃんおばあちゃん、母方のですねおじいちゃんおばあちゃんが今から60年ほど前に、建てた、木造アパートになります。おじいちゃんおばあちゃんたちですね、自分たちが、その一室に住みですね、他の部屋はですね、賃貸、入居者がいると、全部で4世帯、4世帯ありまして、そのうちの1世帯が、家族が住んでいる、おじいちゃんおばあちゃんの家族が住んでいて、残りの3世帯が、いわゆるこう下宿というかですね、学生ですとか若い社会人が一人暮らしをしていると、そんな風なですね昭和の、木造アパートでした。僕の家族ですね、右下が、おじいちゃんおばあちゃん、その隣が母親ですね、母方のおじいちゃんおばあちゃん、この家族が、建ててですね住んでいた、アパートですね。で、その母親の左が、僕の父親で、奥のですね左側が、僕になります。右側がですね兄貴ですね。はい、こんな家族が、作った、家、こんな家族が住んでた家と、そういった形ですね。僕のおじいちゃんがですね、数年前90歳で、亡くなりまして、でおばあちゃんが一人で住んでいる。で他のですね入居者ももういなくなりですね、おばあちゃんが一人で住んでいるっていう状況が続いておりました。でそんなおばあちゃんもですね高齢になりまして、母親と一緒に住むということでですね、この家が空き家になると、そういったことになってきたんですが、母親ですねもう価値がないから取り壊そう、もう古いし、ちょっとこう不便だし、価値がないから取り壊そうって、そんな話が上がりました。これがですね最後、おばあちゃんが一人で住んでいた時の状況、こんな感じでですね、本当昭和のおばあちゃん家って感じですよね。キッチンはですねこんな感じでした。現役で使っている時のこれキッチンなんですけど、おばあちゃん曰くですね、使いやすい、何でも手が届くところに何でも物があって使いやすいっていう、そんな、感じのキッチンでしたね。2階の部屋ですね。これなんていうんですかね、こう物置部屋って呼んでたんですけど、物置っていうかなんかゴミ置き場って感じですかね。なんかとりあえずいつか使うものをとりあえず置いとくっていうね、2階の、部屋、こんな感じでした。本当にこの家って価値がないのかなって僕はちょっと思ってですね、実際に自分で住んでこの家のね価値っていうか使いながら住みながらですね、この家ってどんな風に使えるのかなっていうのをこう考えてみようということで、僕がですね一人でこの家に住むと、そういったことをし始めました。最初にやったのはですね、大掃除、家にある、不要品っていうとですねおばあちゃんにすごい怒られたんですが、とにかくもう物を捨てると、この作業がすごい大変でね、おばあちゃんと僕と母親3人でですね、けんけんがくがく、もういるものいらないものどんどんこう出して外に出して、こういった形でですね、大掃除をしていったと。さっきのリビングもですね、こうやって物をなくしました。きれいに、僕がですね住めるようにですね、キッチンもですねここまで、さっき雑然としていたキッチン、ここまでですね、物をなくしてきれいにしてですね、ここからですね、僕が、約1年ほどですね一人で住み始めました。最初にやったこと、最初にっていうか、ずっとやってきたことはですね、とにかく友達を呼ぶ、いろんな友達をですね呼んで、しょっちゅうパーティーをですねやってました。友達もですねこうやって、土壁木造のアパート、ちょっとこう面白いなっていうね、縁側でバーベキューなんかをねした時もありましたし、面白がって珍しがってですねよく遊びに、来てくれてですね、この家将来どんな風に使えるのかなっていうのをですねこうやって確かめてみた。ドラえもんが来た時もねありましたね。こんな感じでですねよくこう友達呼んでパーティーを
していました。この子はですね、中国の友達、上海の友達が、来たんですが、東京マラソンに、出るってことですね。この、家に2週間ほど、滞在してですね、東京マラソンに参加したという中国人の方もですね、来たり。それで僕の友人のですね、露木達也っていう、ギタリスト、プロのサンバ、ボサノバのですね、ギタリストなんですが、彼呼んでですね、僕も音楽、ギターやるので、ちょっとこうミニライブなんかをね、やったりとか、こんなこともしたね。これ彼のファーストアルバム、アゴラっていうね、もう今から何年か前ですね、出した、アルバムなんですけど、そんな彼とかね、呼んで遊んでました。右側の彼女はですね、書道の先生ですね、兼業で、サラリーマンやりながら、書道の先生やってる、彼女がですね、書道教室みたいな感じで、やって、ちょうどこの、ユートビレッジの1階にあるマサーズバーっていうカウンターのですね、看板を書いてくれた方でも、ありますけど、こうやって、書道教室ね、やったりもしましたね。こんな感じですね、僕がここの家に住んで、一人で住んで、友達集めて、いろんなことをやって、パーティーやったり、イベントやったりして、いろいろこうやる中でですね、みんなで作るシェアハウス、こういうのをやろうかなっていうふうに思うようになりました。